めメタンこの全ネットで安いお試しセットを買ったのだ。そうしたらなぜか毎月届くようになってて、解約の画面がどこにも見つからないのだ。あらあら、ずんだもん、それ多分ダークパターンに引っかかったのよ。ダークパターン、なんだか強そうな名前なのだ。ウェブサイトの見せ方やデザインを工夫して消費者を事業者にとって都合のいい選択にそっと誘導する手口のことよ。今日は消費者庁の新未来創造戦略本部が公開したダークパターン事例イラスト集を全ページ丸ごと見ていくわ。全部見るのだ。楽しみなのだ。これがその表紙を消費者庁の新未来創造戦略本部国際消費者政策研究センターが作った資料なの。おお、ちゃんとお役所の資料なのだ。ただし注意書きがあるわ。この資料はリサーチ、ディスカッション、ペーパーの執筆者個人の責任で作られていて、消費者庁の見解を示すものではないの。イラストも実際の事例を参考に分かりやすく示したもので、特定の個別の事例を直接指し示すものではないと書かれているわ。なるほどなのだ。こういう手口があるよって教えてくれる教材なのだ。その通り、各種講座や授業など周知啓発に自由に使ってくださいと書いてあるから、今日はありがたく引用させてもらうわね。それじゃあ事例を見ていくのだ。まずは事例その1、強制登録よ。会員登録、つまりアカウントの作成を強制されるか登録が必要だと思い込まされてしまうもの、これが強制登録ね。ふむふむ、本当は登録しなくても買えるのにってことなのだ。そう、イラストの絵を見て商品を買うだけなら必ずしも会員登録はいらないの。でも画面をずっとスクロールしないと会員登録せずに購入するためのボタンが出てこない。だから気づきにくいのよ。うわ、下までスクロールしない人は登録するしかないと思っちゃうのだ。それに B ね、ご注文手続きのボタンが画面の上の方にある。登録はこちらからやログインのボタンより視覚的に目立たないの。色や大きさで差をつけられると会員登録が必須じゃないことになかなか気づけないでしょう。デザインだけでこんなに誘導できちゃうのだ。恐ろしいのだ。次は事例その2、強制的情報開示よ。騙されてまたは強制されて商品の購入やサービスの利用に必要と考えられる範囲を超えて個人情報を共有してしまうもの。必要な範囲を超えてってことは、そんなにいらない情報まで渡しちゃうのだ。そう、分かりやすいのがクッキーバナーね。 A の例ではクッキー情報の取り扱いに同意しないという拒否のボタンがそもそもないの。同意するしか選べないのだ。それはもう選択じゃないのだ。そして B がもっと厄介よ。バナーを×で閉じてそのままサイトを見続けたとするでしょう。後からクッキー情報の管理画面を確認すると、もう同意が設定済みになっているの。放っておくと同意したことになってしまうわ。×で閉じたのに同意扱いなのだ。納得いかないのだ。閉じるイコール拒否とは限らない。ここは覚えておくといいわ。事例その3は隠された情報、重要な情報が不明瞭にされているものよ。不明瞭、見えないところに置かれてるってことなのだ。A の例だと全額保証で大きく強調して表示されているの。でもその返金の条件は詳細ボタンの中に隠れているわ。いわゆるアコーディオンパネルね。押して開かないと中身が見えない部品よ。全額保証だけ見て安心しちゃう人絶対いるのだ。そして B、 返金条件みたいな重要な情報の文字がそもそもとても小さくて不明瞭なの。良い情報は大きく、都合の悪い情報は小さく、この大きさの差はかなり分かりやすい危険信号よ。文字の大きさを比べる。メモしたのだ。事例その4、事前選択よ。事業者の望む選択肢がデフォルトで最初から選ばれているもの。このイラストだと価格が高いお得用サイズと定期お届けコースがあらかじめ選択された状態になっているの。僕が引っかかったやつなのだ。定期コースが最初から選ばれてたのだ。一羽あらかじめ用意された初期設定を
そのまま受け入れやすいの。行動経済学でいうデフォルト効果ね。だから選ばせないじゃなくて先に選んでおく、それだけで多くの人がそのまま進んでしまうのよ。ずるいのだ。ちゃんと自分でチェックし直すのだ。そうね。カートに進む前に数量、サイズ、そして1回だけか定期か、この3つは必ず自分の目で確認しましょう。事例その後は不当参照価格、誤解を招くまたは虚偽の参照価格からの割引価格という形で価格が表示されているものよ。参照価格って元の値段のことなのだ。そう、比較対象になる値段ね。この例では初回限定、期間限定、数量限定の価格を通常の価格よりも大幅に割り引いているかのように強調しているの。でもそこがポイント。これまで通常料金の1万1000円で本当に販売していたのかどうか、その実績が不明なのよ。じゃあ元の値段が最初から存在しないかもしれないのだ。その可能性があるということ。売ったことのない価格を線で消してみせればいくらでもお得に見せられるでしょう。割引率じゃなくて今払う金額そのものを見るのだ。事例その引っ掛け質問よ。質問が二重否定になっているなど消費者が誤解しやすい表現になっているもの。このイラストではチェックボックスの文章が事業者からのお知らせを希望しませんとなっているの。 A と希望しない場合にチェックを入れる、あれ逆なのだ。混乱したでしょう。普通は配信を希望する人がチェックを入れる形式が一般的よね。それがここでは反対なの。文章が否定型で分かりにくい上に一般的な形式と逆だから消費者はとても誤解しやすいわ。いつもの調子でチェックを入れたら逆にメールが止まっちゃうのだ。チェックボックスの文章は面倒でも最後まで読むことしません、ないという言葉が入っていたら要注意よ。事例そのは感情の揺さぶり。消費者に特定の選択肢を選ばせるために感情を利用して人を操る言い回しになっているものよ。例を見てオプションを選ばずに次へ進もうとするとポップアップが現れるの。本当に加入しなくて大丈夫ってね。そう言われると不安になるのだ。僕何か間違えたのだ。それが狙いよ。不安や罪悪感を刺激して消費者を引き止めようとしているの。英語ではコンファームシェイミング、恥をかかせて確認させるなんて呼ばれ方もするわ。選ばなかったことを責めてくる感じなのだ。ずるいのだ。感情が動いたら一旦手を止める、それが一番の対策ね。事例その必要な繰り返し。事業者が望むことを消費者に行うよう繰り返し求めるものよ。この例では画面をスクロールしても商品などの購入ボタンが継続して表示され続けるの。どこまで下がってもずっとボタンが追いかけてくるのだ。そう、消費者に購入ボタンを押すよう繰り返し求めているのね。もちろん推奨ボタン自体が全部いけないわけじゃないわ。便利な場合もあるもの。問題は断っても同じ要求が繰り返されて消費者が根負けしてしまうようなしつこさなの。根負けして押しちゃうのわかる気がするのだ。事例そのはキャンセル困難。多分ずんだもんが一番困っているやつね。それなのだ。解約ボタンがどこにもないのだ。定義はこう、商品などの購入や会員登録といった事業者への申し込みの手続きの難易度と解約・退会の難易度が釣り合わないもの。イラストにはパターンが3つあるわ。まず A、解約をしようとすると解約のデメリットを表示させて消費者を引き止めようとするの。解約するとこんなに損しますよって出てくるやつなのだ。その通り。次に B、解約の前に他のプランなどの選択肢を紹介してやっぱり引き止めようとするわ。そして C、多数の画面を遷移したり何度もスクロールをしたりしないと最終的な解約ボタンまで行き着かない。手順がとにかく煩雑なの。入るのは3クリック、やめるのは30分。これは釣り合ってないのだ。いい表現ね。申し込みと解約の手間を比べる、この視点を持っておくといいわ。事例その価格比較妨害。価格などを比較しづらくしているものよ。この例では
複数のプランがあるのに料金が一番高いプランだけが表示されているの。他のプランはどこにあるのだ？すべてのプランを見るというボタンを押さないと他のプランを確認することができないのよ。だから価格の比較を妨害されるの。その結果、他のプランがあることを認識しないまま意図せず高いプランを選んでしまうというわけ。知らなければ比べることもできないのだ。他の選択肢はないかなと一度探してみる。それだけで結構防げるわ。事例そのは隠れたコスト。費用が複数の形式で表示されるなどして不明瞭になっている、または契約締結プロセスの終盤で明らかにされるものね。絵を見て税込み価格か税抜き価格か画面によって価格の表示が違うの。だから結局いくら払うのか一見して分かりにくいわ。イラストだと A の1、2、3でそれぞれ表示が違うのだ。ややこしいのだ。そして B、それまで案内のなかった送料や手数料が最終確認画面で初めて表示されるの。ここまで来て金額が増えるともういいやって押しちゃうのだ。それも織り込み済みなのよ。だから最終確認画面の合計金額を必ず声に出して確認するくらいでちょうどいいわ。事例そのお客様の声。まずはその1よ。定義は商品などを購入した他の消費者の評価や口コミに関する表示であって、誤解を招くものや虚偽の可能性があるもの。この例が面白いわ。同じ商品についてパソコンのサイトとスマートフォンのサイトを見比べるの。ふむふむ、何か違うのだ。違う人物による口コミなのに書かれている内容が全く同じなの。別人なのに同じ文章なのだ。それはもう作り物なのだ。そう。だから虚偽の口コミである可能性があると指摘されているのよ。口コミは内容が具体的すぎるほど似ていたり投稿日が固まっていたりしたら一旦疑ってみましょう。お客様の声その2はもう少し巧妙よ。美容や健康に関する商品サービスについての例ね。写真の人物による感想であるかのように性能や効果への高評価を強調した表示をしているの。白い肌をキープ、私の必需品ですって書いてあるのだ。写真の人が言ってるみたいなのだ。ところが写真には小さくイメージですという正し書きがあるの。つまり写真の人物は実際の評価者ではないのよ。その人が使ったわけじゃないのだ。そういうこと。しかも個人の感想です、画像はイメージですという記載はとても小さいの。ここでも同じ構図ね。強調したいことは大きく、打ち消したいことは小さく。正し書きこそ拡大して読むのだ。事例そのはナンバーワン表示高満足度よ。商品などの売上や性能に関するランキング1位の表示や高い満足度の表示があるものね。例を見ましょう。シミに期待できる美容液ナンバーワンと大きく書いてあるわ。すごいのだ。一番なら間違いないのだ。ところがただし書にブランドのイメージ調査によると表示されているの。つまり実際の使用感ではなくイメージ調査に基づく結果ということ。効果が一番だと証明されたわけではないのよ。イメージ使った人の評価じゃないのだ。しかもそのただし書は3冠達成という強調表示に比べて文字が小さくて目立たないの。ナンバーワンを見たら何の調査でいつ誰に聞いたのか、この3つを探す癖をつけましょう。事例の最後そのはカウントダウンタイマー期間限定よ。商品サービスや割引の提供期限のカウントダウンや間もなく終了する旨の表示であって消費者をせかすものや虚偽の可能性があるもの。例では受付終了までの残り時間や商品の在庫セール価格を確保しておく残り時間をカウントダウン方式で表示しているわ。残り5分とか出ると焦って買っちゃうのだ。そして B では期間を具体的に示さずに期間限定である旨だけを表示しているの。ここからが大事よ。カウントダウン終了後や期間経過後でも価格が変わらない日とし、契約する上で特段の変化が見られない場合もあるの。タイマーがゼロになっても値段はそのままなのだ。そういう場合もあるということ。
せかされていると感じたら一度ページを閉じて時間を置いてから戻ってみるのが確実ね。閉じてから戻る、それだけでいいのだ。値段が変わっていなければその限定ワイソフ理由にならないでしょう。でもここまで聞いたから僕はもう大丈夫なのだ。自分には関係ないかな、騙されないよなのだ。実は資料にも全く同じセリフが載っているのよ。ほんとだ、自分には関係ないかな、騙されないよって消費者の人が言ってるのだ。それに対する答えがその下にはっきり書いてあるわ。いえなのだ。どんな人でもウェブサイトの表示やデザインに自覚なく惑わされてしまう点がダークパターンの怖いところ、そう書かれているの。そしてもしかしたら気づいていないだけかもともね。知識があっても気づかないうちに動かされちゃうのだ。そうだから自分は引っかからないと思っている人ほど確認の手順を持っておくことが大事なのよ。というわけで資料の最後のページ、ネットショッピングを行う際の注意点が5つにまとまっているわ。5つなら覚えられそうなのだ。ポイントその1、商品の購入回数や契約の継続期間を確認する。1回だけのつもりが定期購入だったというのがまさにずんだもんのケースね。うさっとくるのだ。ポイントその2、支払い金額を確認する。送料や手数料まで含めた最終的な合計金額よ。ポイントその3、解約条件や解約方法を確認する。買う前にやめ方を調べておくということね。買う前にやめ方を調べる、目から鱗なのだ。ポイントその4、利用規約を確認する。全部は無理でも解約と返金のところだけは読んでおきましょう。そしてポイントその5、最終確認画面のスクリーンショットを撮る。スクリーンショット、証拠になるのだ。その通り、後で話が違うとなった時にあなたを守ってくれる一番強い材料よ。このページは国民生活センターの詐欺的な定期購入商法に関する資料に基づいて作られているの。まとめましょう。今日は事例イラスト集の全18ページを丸ごと見てきたわ。強制登録、強制的情報開示、隠された情報、事前選択、不当参照価格、15個もあったのだ。よく覚えていたわね。手口はバラバラに見えるけれど共通しているのはたった一つ。消費者が落ち着いて正しく比べて自由に決めることを邪魔しているという点よ。だから焦らない、ちゃんと比べる、それが対策なのだ。そういうこと。自分も周りの人もダークパターンの巧妙な引っ掛けに気づいて惑わされないよう落ち着いて確認判断しましょう。僕は今からあの定期購入の解約ページを探しに行くのだ。頑張って。困った時は消費者ホットラインいややの188番に相談してね。最後に一つお知らせなのだ。フードデリバリーのロケットナウよ、招待コードを入れて登録すると1000円分もらえるわ。招待コードは MRNMWDEG なのだ。リンクとコードは概要欄に貼っておくわね。今日も見てくれてありがとうなのだ。役に立ったら高評価とチャンネル登録をお願いするのだ。それじゃあまたね。